あれなんで音楽がなんか二重に流れてない？どうして？どうして？え？ちょ待って待って待って。なんで？なんで二重になってたんだ？なんでこのシーンないのに BGM。おかしいな。まあいいや。こんのぴー Do you believe in magic? テレメテレ学校英語教師ののぴーちるーぺです。すいません皆さん。本当に last minute notice でごめんなさい。ギリギリになってしまってごめんなさい。ギリギリのチェンジしちゃってごめんなさい。すいません。これこっちに置こうか。理由はですね、一応日本だと昨日か。昨日の来勤配信の後ですね、気を抜いてしまい寝ちゃいまして、後。で、この1週間ずっと早起き頑張ってたのにめちゃくちゃになってしまったっていうのもあるし、そもそもやっぱりまだちゃんと体が慣れてないっていうのもあって、まず、12時前には寝れなくて、あと、普通にこのスライドが終わらなくて、全部がうまくいきませんでしたね。And it was going so well. I know I couldn't even finish up the slides. Like, I was like, oh shit, I'm not gonna finish. And I was like, okay, maybe I'm gonna finish. And then it was already like 3 a.m. And I was like, fuck. こんなぴみんな時間ね、ほんと30分前に変更したのに来てくれてありがとうございます。すいません、本当に。来れなかった方、本当申し訳ないです。アーカイブは残るので、ぜひアーカイブの方で見てください。久しぶりの今日は、ちょっと英語の字をやっていきます。スライドはさっきできたてほやほやでございます。ほんとさっき、30分でもない、20分前できたてほやほやのスライドです。はい。今日は、Z 世代の英語スラングやっていきまーす。出来たてすぎてやけどしそう。ほんとだよ。ほっかほこの熱々でございますよ。ギリギリすぎる。ほんとだよ。それぐらいちょっとね、今週やる時間がなくてですね。もう、予定してた22時まで待てね
それまでもう3時間しか寝れねえじゃねえかってなって、それだったらもう今やっちゃう。今だったら深夜テンションでいけるだろうっていうことで、やっています。はい。ミスってそう。それはもうしょうがない。もうミスったことある、昔にも、前にも、他のやつで。こんなピ。深夜テンションは、そんなに深夜テンションじゃないけど、まあ、寝起きよりはマシでしょう。Are you going to redo the challenge? I'm not gonna redo it. I'm gonna continue. Or actually, like, I might talk about it in the Twitch streams, but like, one of my reasons for waking up early has vanished, kind of. So I don't know if I actually want to keep doing the challenge, but maybe I should do it. I don't know. I'm gonna decide later. はい、じゃあ行きましょう。始めましょう。2023年最新 Z 世代の英語スラングやってきます。はい。じゃあ行きますよ。こんばんはで遅刻してしまって全然大丈夫です。のぴが早くしてしまったので大丈夫です。ありがとうございます。皆さんギリギリなのに来てくれて。で、早速行きましょう。10選ですね。今、Z 世代が使ってる10選でございます。じゃあ1つ目からやりましょう。sauce ですね。So this is sauce。あと、英語の授業はね、基本1時間程度でやるので、サクサクいきますよ。と、sauce。これ SUS、sauce ですね。知ってる人いるかな？どうだろう。今回はね、今までちょっと違って、例文を先に見せますね。みんなにその例文を見てどういう感じの意味なのか。当てる？まあ、翻訳書いちゃってるから大体わかるんだけど、そっちを先に見せます。ステンレス全然ステンレス似てる？サス。違うよ。ちょっと違います。じゃあ、Japanese audience is probably familiar with that one. Surprisingly, there's no one that has said that they know this word. You'd think so, but I guess it's not that famous. こんなぴ一つ目の言葉今やってます。sus いきますよ。sus316L はステンレス。そうなんだ。逆にそれ知らない。逆にそれを知りません。じゃあいきますよ。sus 例文いきます。So we'll start with the example sentence. Did they never play Among Us? They do, but I don't know if they use it in Japanese. Alright, we'll show the sentence. So, 例文 He's acting kinda sus today. He's acting kinda sus today. 彼は今日なんか変だ。ですね。He's acting kinda sus. sus って言いますね。こんばんは。今一つ目の言葉やってます。一つ目の言葉が sus ですね。そう、sus の意味。この例文でなんとなく分かったかな？意味はですね、to describe something or someone suspicious or short for suspicious。サスペンス、惜しいですね。サスペンスじゃなくて suspicious ですね。日本語で言うと、怪しいものや人を表現するとき、suspicious 疑い深いの短縮形です。これはね、stainless used steel も sus なんです。そうなの？初めて知った。多分絶対こっちの方が、英語圏は多分有名ですよ。この sus はですね、みんな知ってると思う。Among Us っていうゲームあるじゃん。あれからできたスラングなんです。あれで suspicious とかsuspect っていう言葉とかをよく言うようになって、それを短くして sus になりました。知らないかな？みんな聞いたことないかな？これちょっとコメントがラグがあったなと思ったらこういうことか。アモンガスから始まって、これでもう今は最初はね、アモンガスやってる人だけが使ってたんだけど、今ではもうみんな使ってますね。ゲームやってる人やってない人関係なくみんなやってますね。はい。So sus って言います。suspicious。あれチューリップ君は
Alright. S-U-S sus. That's sus. とかって言いますね。なるほど。そう。あんま最近やってないな。そうね、一時期すごいみんなやってたよね。sus。いや。とか、普通になんか、疑い深いことがあったら、普通に sus sus。それだけ言ってもいいです。全然。で、今回のね、スラング全部ね、結構ね、その一言だけでね、成立する言葉多いです。はい。じゃあ、次の言葉。bet。はですね、これを辞書で引くと、かける。なんか、ゲームにかけるとか、競馬にかけるとかっていう言葉で意味で出てくると思うんだけど、これは全然違います。これも Z 世代が作ったのかな？多分 Z 世代が始めたスラングですね。かけるじゃないんだよ。かけるっていう言葉と同じスペルだけど全然違いますね。weirdo とはまた違う感じなんですね。全然違う。weirdo じゃなくて sus は完全に怪しいとかなんか疑い深いとかそういう感じの時にですね。weirdo は変人だからね。weirdo は変人だから全然違います。猫ちゃんレイドありがとう。子猫の皆さんこんばんは。今日は、Z 世代スラングの授業をやってます。今ね、2つ目の言葉始めます。better? better じゃないな。じゃあ答え見てみましょう。まずは、例文見てみましょう。これちょっと会話的な形式ですね。A さんが、Let me know if you need anything. なんかあったら言ってね。で、B さんが、bet. 了解。わかるかな？こんのぴです。皆さん、どうもいらっしゃい、子猫の皆さん。猫ちゃんの配信ちょっと聞いてたよ、準備しながら。そう、bet は、了解っていう感じですね。私への挨拶をです。オッケー。じゃあ、bet。この文章で意味わかるかな？一応、意味はですね。Okay or alright。はい。もしくは分かった。とかってことですね。とりあえず、なんか言われた時に、OK とか、はいとかっていう時に、もう bet。OK の代わり。日本的に言えばり。そんな感じ。そうだね。ニュアンス的には完全にそういう感じですね。I bet って言い方あったような。そう、でも同じ言葉なんだけど、意味は全然違います。Yep 的なやつか。そうですね。Yep よりも最近の言い方ですね。なんか普通に、さっきの例文だとね、なんか必要だったら言ってねって言ったら bet とか、あとは一緒にどっかご飯行く bet とか。しょうがない。これ出来たてほやほやのスライドでちゃんと考えて考えながら作ってたけど、しょうがない。リとニュアンスは同じは分かりやすい。そう、リとニュアンスは同じだと思う。とりあえずね、Z 世代の人たちが、なんか、はいとか、OK とか、alright とかよりも、なんか、ちょっとかっこいいって新しい言い方を作ったってことですね。はい。bet は了解、イメージできた。そう、了解だったり、はいだったりは、わかったでも何でもいいです。とりあえずそんな意味ですね。はい。次、3つ目。say less。聞いたことあるかな？よく、なんか会話して、say less とかって言うんだよね。で、文章を見てみましょう。A さんが Movie night at my place? うちでムービーナイトする？映画見る？みたいな。で B さんが Say less。 これも OK とかって意味ですね。でもこれはちょっとだけさっきのと違うんです。わかるかな？これじゃわかんないよな。日本語の訳ではこれだけじゃわかんないよな。おだまりじゃないよ。違う。
確かにそんな感じっぽいよね。言うに及ばず。あ、そうです。正解。すごい。言うに及ばず。あれ、のぴが日本語それ、理解合ってるかな。意味はですね。When you understand someone fully and clearly and don't need any further explanation or say no more. 日本語で言うと、何かを完全かつ明確に理解し、それ以上の説明が必要ないとき、もしくはそれ以上言うなってことですね。難しいでしょう。皆まで言うな。そんな感じだね。そんな感じです。そう。だから、さっきの例文だと、Movie Night at My Place 一緒に、映画見る？いや、そんなね、もちろんみたいな感じなんだけど、当然みたいな感じで、say less って感じ。ちょっと難しいよね。スラングだからなおさら普通の英文だったりとかと全然違うので、ちょっと難しいんですが。一応言ったけど、今日やる、言葉は全部スラングなので、初めての人とか、ビジネス的な状況の時には使わない方がいいですね。なので、本当にお友達だったり、仲いい人とだけで使った方がいいです。失礼っていうわけじゃないけど、何言ってんだこいつって感じにはなりますね。はい。先生には使っていいですか？のぴには使っていいですよ。のぴには使ってもいいんですよ。ドヤ顔しながら say less って言ってそう。ドヤ顔はするかわかんないけど、めっちゃ嬉しい時とか、ポジティブな状況の時に言うよね。楽しみとか、そんな感じの気持ちが入ってそうだよね。敬語とタメ口的な感じですかね。そういうのっていうよりも、スラングは確かにそうか。でも今回はね、そもそも敬語じゃないっていう以前に、言葉がビジネスとかで使わないから、まずはね、世代的に通じないっていうのもあるし、あとは、そうね、世代的に通じないが一番でかいかも。はい。なので、気をつけてください。同世代の人とね、お仕事してるのであれば、もしかしたらわかるかもしれないけど、結構、魔界とかなんて特に、魔界は新卒採用じゃないから、新卒採用的なシステムがないから、全然、年齢関係なく先輩後輩があったりするから、全然、結構、経験がたくさんある、年齢が上な人と、全然 Z 世代ぐらいの人が一緒に、働いてるみたいなのよくあるので、って感じですね。はい。じゃあ、次の言葉言ってみましょう。もしかしてこれ、例文もう一個あったっけ？そうだ！いくつか、もう一個、おまけの例文作ってたんだわ。なので、say less の違う使い方。A さんが、テラメタル Academy's first merch is now on sale. テラメタル学園の初グッズ販売中です。で、B さんが、say less, my wallet is ready. 意味的には、よっしゃ財布の準備はできてるって感じですね。なので、今回この例文にした理由は、こうやって、グッズが販売中ですよイコール、もうそれ以上言わなくて大丈夫。それ以上言わなくていいから。はい、もう、財布準備しました。って感じですね。っていう感じの状況にも使えます。宣伝前だ。そんなつもりなかったんだけどな。はい、一応ちなみに、皆さん知らなかったら、あれですけど、一応、テラメタル学園、はい。ありますね。グッズ販売中でございます。よかったらぜひ、グローブのストアで売ってます。はい、ぜひぜひ、先生みんなのグッズ買ってくれると嬉しいなーってことで、はい。グッズ発送通知来た。本当によかった。いやー、楽しみだね、みんな。
say less と say less 宣伝めっちゃうまい。本当ありがとう。こういう感じで使えます。Okay? Alright. And next word. Chugi. これはね、のぴもね、最近知った。Chugi。Chugi。聞いたことある人いるかな？ Chugi です。Chugi。First time hearing this one actually. I know, I also just learned it like last week actually, I think. Yeah. 祝儀じゃないよ。祝儀じゃなくて、祝儀です。祝儀。祝儀聞いたことあるけど、言い忘れた。本当に聞いたことある？そう、祝儀。Alright, 祝儀。ちょっと、例文見てみましょう。Skinny jeans are so chuggy. Skinny jeans are so chuggy. 意味は、スキニージーンズは古すぎ。流行遅れ。そうです。合ってます。流行遅れです。なるほどね。そう。まあ日本はね、スキニージーンズもう古いか知らないですけど、魔界は古いです。一応言うと。魔界は古いですね。はい。で、ちょっと意味を詳しく見ていきましょう。So, not trendy, out of date, or uncool って意味ですね。なので、流行りに乗ってない、時代遅れ、もしくはシンプルにダサいですね。はい。コーギーじゃないよ。チューギーですよ。まあ、イントネーションは似てるかもしれない。コーギーで上がって下がる感じね。チューギーでコーギー、コーギー、上がってないな。英語でコーギーだったらコーギーって上がるな。まあでもチューギーですね。はい。なのでまあシンプルに、まあ、流行りに乗ってないって感じですね。なんか普通に、この自分が好きじゃないからダサいとか、古いとかってことじゃなくて、本当にもう流行りが終わったって意味です。日本だったらなんだろう、流行りが終わったっていうものは、なんだろう。日本で流行りが終わったものなんかあるみんな。もう完全にこれはもう、これはもう、この時代が終わったな、みたいな。タピオカじゃね？タピオカ？みんなすごいタピオカ出てくるね。すごっ！みんなタピオカだけじゃん。すごい！タピオカはもう、チュギー？あと、マリオッツォマリオッツォ食べたことない。マリトッツォ客観的なダサいぐさり。まあ全然ね、チューギーだからといって、まあなんか、こう、悪いってわけじゃないよ。ただ、時代、もう、はい、まずそれ流行ってないよね、みたいなって感じですね。なるほど。そういうのがもう日本はチューギーなんですね。ちなみに魔界はね、タピオカはね、流行りっていうか、もう普通になんか人気ではあるけど、チューギーかはわかんないな。食べ物に流行りとかあんまりない気がする。魔界あんのかな。あんまりあるような感じしないな。わかんない。そこの感覚は違うのかもしれない。肩パッドとか、それは完全にチューギーかもね。だってそれ何十年前日本は流行りが終わるの早い。なるほど。確かに日本は流行りが出たらバーンって流行って、次のが来るからすぐ終わって、もうボン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 って今新しく出てるイメージ。チョベリグとかチョベリバは、それはすっごい古そう。そう、完全にそれはチューギーですね。はい。でもね、チューギーはね、なんかファッション系に使うイメージが多いです。でももちろん全然ファッション以外のものにも使ったりすると思うんだけど、ファッションの方が多いと思います。Tapioca is out of date already for Japan, it is, apparently. はい。はい。みんないっぱいありがとう。そうなんだね。でもね、聞いたことあるものばっかりだ、のぴも。確かにそうなんだろうなって思う。ファッションだとギャルかな。なるほどね。
でもこの前、月曜から夜更かして小学生がギャルになってたの見たよ。だからまた再ブーム来るかもよ。どうなんだろう。では次の言葉行きましょう。次は、delulu。delulu。これね、楽しい言い方が。delulu。聞いたことあるかな？この言葉ね、結構昔からあるらしいんだけど、最近すごい、はい、なんか、こう、メジャーに人気が出たらしいです。delulu。かわいいよね、響きが。そう。delulu。もともとは、K-POP 業界、K-POP 界隈で始まった言葉らしくて、それが最近、なんか、その界隈を出たらしいです。で、すごい、流行ってるというかみんな使ってます。はい。じゃあちょっと例文見てみましょう。You're the most delulu person ever. You're the most delulu person ever. あなた、妄想がすごいね。delulu 意味なんとなくわかるかな？ delulu 妄想。意味は delusional. It's short for delusional. Someone who holds unrealistic or overly idealistic beliefs or fantasies. 日本語で言うと、妄想的、非現実的、または極端に理想的な信念や、幻想を抱く人。ちょっとだけネガティブな意味ですね。ちょっとだけ。はい。まあ、K-POP 界隈だと、これは全然、バカにする意味だけじゃなくて、なんかちょっと、ネタ的な意味にも使われてるらしい。だから全然どっちにも使えるらしいんだけど、まあ、自分が大好きな人に対して、すごくね、大好きだからこそ、ちょっとね、妄想が、一人でなんか突っ走っちゃった感じの人とか状況のことを言うらしいです。まあね、その他の人、他人に迷惑をかけてないのであれば全然いいと思います。はい。大丈夫ですよ。他人に迷惑をかけないdeluluだったらいいと思います。妄想って言っても多分ね、なんかこう、現実と妄想が分かんなくなっちゃってるようなレベルの人を特に指すっていうイメージがありますね。はい。そう、人に押し付けなければよし、そうです。自分の中で止めといてくれれば OK です。はい。確かこれもう一個ね、例文作った。もう一個例文作りました。I know you love me, but don't get too delulu, okay? 私のこと大好きなのはわかるけど、妄想的になりすぎないように気をつけてねってことです。まあね、のっぴはね、そんなね、ガチ恋みたいないない、ガチ恋系であんまりやってないんでいないと思うけど。まあさっきも言ったようにね、他人に迷惑をかけないのであれば、全然いっぱい推し活してください。これで全然好きちゃうかったらおもろ。恥ずかしい。bet いい感じ使い方使い方合ってますガチ恋潰しに来てますね。だってそもそものっぴガチ恋いる？全然のっぴ知らんけどガチ恋見たことないけど全然ガチ恋 OK だけど、さっき言った通り周りに迷惑をかけないガチ恋であれば全然大丈夫ですよ。はい。まあこういう感じにも delulu は使いますね。まあよく見るのはなんか delulu fans とかってね、書いてるのをよく Twitter とか検索したら出てくると思います。はい。いるかもしれませんよ。実はいるけど、まだのっぴを見つけたことないってことかな。はい、じゃあちょっと恥ずかしいんで次行きましょう。Next word slaps。これはわかるかな？これはまあ
辞書に普通に検索したら、まあ、叩くって意味ですね。叩く。ターって叩くって意味ですね。でも、実際のこのスラングとしての意味は違います。じゃあちょっと例文を見てみましょう。That shit slaps ちょっと主語がないから分かりにくいかな。それ最高じゃんって意味ですね。それ最高じゃんって意味です。That shit slaps。まあ、shit はまあなんかそれの意味ですね。でも shit はこれいい意味で使ってますね。ポジティブに使います。まあ、よくのびファックとか shit とか言っちゃうけど、こういうポジティブな使い方も全然ありますね。まあ、日本語で言うとなんかクソ最高じゃんとか、そんな感じの意味ですね。それクソ最高じゃんって書ければ分かった。そういう感じでこの例文は使ってます。はい。ちょっと詳しく見てみましょう。slaps の意味は、to describe something really good used often when talking about music. slaps は何かが最高にいいとき、音楽関連が多いです。全然音楽以外のことも使っていいけど、なんか音楽関係の話をしてるときに使ってるイメージがありますね。Oh yeah, it confused me when I learned that the shit has a completely different meaning. Oh yeah. 日本語でクソみたいな感じですね。音楽関連、俺やん。そうなの？そう、だから、なんか、さっきの例文だとね、例えばなんか、誰だろう。Beyonce's newest album slaps. ね。ビヨンセの新しいアルバムめっちゃ最高だみたいな感じ、そういう感じにも使えますね。まあ、そういう時に使う時が多いかも。とか That music slaps とかね、感じで使います。のぴ先生の歌声slaps 歌声はどうなんだろう。歌声でのね言い方あんまり聞いたことないな。音楽、その曲とか CD とかアルバムとかに対しては聞いたことあるんだけど、歌声に対しては言うのかな。まあ言ってもいいのかな。聞いたことないだけだけど、まあだからね、そう、配信のことを言ってもらっても全然使い方的には間違ってないです。Urban Dictionary says this phrase has been there since 2005. Interesting that it's still popular. True. 今ね、英語のコメントで、このスラングは実は2005年ぐらいから人気ってか使われてて、今でも使われてる。特にね、その、Gen Z 世代の中でも使われてて、珍しいってわけじゃないけど、多分なんか、使いやすいからかな。そう。でも全然今の Z 世代も使ってますね。って感じです。はい。じゃあ、次の言葉言ってみましょう。slay。聞いたことあるかな？なんか、TikTok のトレンドで、slay とかって言ってる音源がすっごく流行ったんだけど、聞いたことある人いるかな？ slay。聞いたことないかな？ slay は、聞いたことある？そう。slay は、辞書にそのまま引くと、倒すとかっていう意味なのかな？ぶっ殺すとか、倒すとか殺すとかっていう意味になる。討伐とか、そうっていう意味になるんですが、スラングだと、いい意味になります。いい意味。例文見ましょう。slay! You did such a great job!slay! You did such a great job! 意味的には最高！すごく良かったよ！もう最高って意味です。ぶん殴るじゃないんだよ。最高って意味です。はい、最高。どうしてそうなった？ちょっとじゃあ意味見ましょう。意味はですね、to do something and do it well. To describe anything cool, pretty, awesome, etc. 日本語だと何かをうまくやること、かっこいい、綺麗、素晴らしいなどを表現するですね。多分これはもうのぴの憶測ですが、日本語じゃない、英語で他になんか最高っていうすごいよくやったっていう意味で言う You're killing it っていうフレーズがあるんだけど、You're killing it
kill って殺すって意味じゃん。でも、いい意味で、めっちゃやったなみたいな感じの意味なんだよね。だからそれからつながって、で、slay は討伐とかって意味じゃん。だからそれにつながってできた言葉なんじゃないのかなって思うんだけど、ちょっと、本当か調べてなかったかわかんないや。でも、なんかそういう系な気がする。うん。よく you're killing it って言ったりするから、そういう系統な気がします。はい。なので、slay。slay は全然ね、さっきの bet みたいに、slay の一言だけで言うのも全然いいし、なんか、よく見るのはなんか、slay queen とか、slay girl とか、なんか女の子同士とかでの褒め合いみたいなとかによく使ってる時多いかなっていうイメージがあります。はい。でも、この slay は、日本語で言う動詞として使えるので、slayed, slaying っていう風に使ったりできます。slay のぴ先生 thank you bet 上手使い方 bet It's very good alright これはもう一個例文作ってたかな。そう、ちょうど猫ちゃんレイドが来たからタイミングよって思ったんだけど、もう一個例文作ってます。猫 slayed that Vocaloid cover 猫 slayed that Vocaloid cover 今回 slayed ed をつけて作ってみましたね。意味は猫ちゃんのボカロカバーめっちゃ良かった。皆さん聞きました？ツイッターに猫ちゃんが昨日の夜今日どっちかにやったんだけど、まだ聞いてない方はぜひねこの配信の後に聞いてください。とってもかっこよかったです。タイムリー、そうタイムリー、タイムリーと思って。はい。なので slay は動詞とかに使えますね。動詞でも使えるし、その slay 一言でも完結できます。見ました、聞きました。お、みんな偉い。はい。感じですね。はい。じゃあ次の言葉いきましょう。mid あ、わしはアシュさん。ハイメスズのっぴー就職先で英語必須なことが判明し、勉強しなきゃなのにモチベが上がりません。のっぴ先生の授業で学ぼうと思います。わ、就職おめでとうございます。英語か。大変だそりゃ。いや、のっぴの配信で、役立つことがあるといいんですが。いや、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます、パチャ。いや、就職じゃない、お仕事頑張ってください。頑張ってください。それ大変だ。途中から判明するのが一番、どうしようってなっちゃうよね。答えがいるぞ。middle. Very good, middle. じゃあちょっと例文見ましょう。Did you listen to that new album? 新しいアルバム聞いた？ Yeah, it was mid. 期待外れだった。So did you listen to that new album? Yeah, it was mid. ちょっと良くない意味ですね。はい。ちょっとだけ良くない意味です。急にネガティブ。まあね、もちろんね、ポジティブなスラングもたくさんあるけど、ネガティブのスラングもたくさんありますね。はい。じゃあちょっと、細かく見てみましょう。意味は、short for middle. To describe something or someone as below average or low quality. middle 真ん中の短縮形。もしくは何かが平均以下、または低品質の時ですね。なので、このミドじゃない。このmidはちょっとだけ難しいのが、使ってる人によって、本当に、平均、真ん中っていう意味で使ってる人もいるし、平均以下っていう風に使ってる人もいる。So basically mediocre, yes, exactly. なので、毎回 100% 悪いわけじゃないけど、平均だねっていう、平均って言ってる時点でもうちょっと微妙かもしんないね。そう。悪くないねっていう時にも使うかもしんないし、もう平均以下は良くないね。なので、その言ってる、ニュアンス的な感じをちょっ
ちょっと見て、その時はどっちで言ってんだろうって考えてみてもらっていいかもしれない。メドウ、そう、メドウの短縮形で mid ですね。結構ね、いろんな言葉を短くするのが好きなイメージですね。ジェン Z、Z 世代は。昔、ナイスの微妙な表現だと聞いたんですが、それはね、多分状況だと思います。状況によると思います。なんか、会話してて、なんか、ナイスこういう感じの言い方されたら、まあ微妙な反応。なんか、oh, very nice ってね、こういう感じの使い方ですごく、本当に純粋にいいねって思ってる人もいると思うから、それはまあ本当に、言い方とその人の言い方によると思います。How about your English test, mid? なんか、How was your English test? とか、mid. mid. ミドルネームはミドネーム。ミドルネームは違う。ミドルネームは普通にミドルネームって言いますね。とか、なんだろう、例えば、How was your day today? mid. なんか反抗期のね、子供が言いそうですね。mid. なんかお母さんがさ、学校から帰ってきて、Hi honey, how was your day today? mid. Oh, I see. Oh, well, dinner's gonna be at 6. Bet. もうそんな会話してそうだよね。でしても部屋入って閉じこもってご飯になるまで部屋から出てこないみたいな。そんな感じの子多そうだわ。はい、じゃあ次の言葉いきましょう。bussin'。bussin'。bussin'。聞いたことあるかな？ bussin'。これはいい意味なのか悪い意味なのかどっちでしょう？どうだろう？ bussin'。bussin'。bussin' じゃないよ。bussin'。bussin'。かわいい？響きかわいい？ bussin'。バッシじゃないから。バッセン。バッセン違うから。バッシーはなんかローマ字で読んだらそうだけど、バッセンです。ちょっと例文見ていきましょう。These cookies are bussin'. These cookies are bussin'. このクッキーうますぎ。いい意味ですね。バスイン。まあ確かにスペルだけ見るとそんな感じですね。でもバスは全然関係ありません。まあいい意味です。なので褒め言葉ですね。はい。まあ意味としては To describe something really good used often when talking about food 何かが最高にいいとき食べ物関連が多いですね。そうさっきの These cookies are bussin' とか Your mom's cooking is bussin' とかね。うまいそんな感じうまいよりもなんかうますぎみたいなとかうめえなーみたいななんかそんな感じ。ニュアンス的にはまあのぴの解釈だとそんな感じかな。ポジティブだよかった。そうポジティブですね。なんでこれが美味しいとかいいとかって意味なのかよくわかりません。なんでか。でもなんか絶品っていうかなんかいや絶品っていうかなんか超うめえみたいなイメージかな。ヤミーはなんかちょっと可愛い感じだけどバッセンはちょっとなんかカッコつけてる感じの言い方のイメージある。やっぱりちょっとだけ。先生がめっちゃ美味しいと思う食べ物は親子丼、お母さんのケーキ、あとなんだろう。あとはなんだろうな。あとはちょっと思いつかない。肉焼肉かな。はい。なんか美味しいときに These are bussin' とかってね使ってみてください。お母さんケーキ作ってくれるの。そう、のっぴはねケーキあんまり好きじゃないけどのっぴお母さんのケーキはすごい好き。はい。
Cool kids won't respect you if you use yummy instead of bussin. Really? Is it to that point? Really? I guess like yummy kind of makes you sound a little bit younger. Younger as in like kid, like a child. Noppi Sensei's dinner was bussin'. あ、使い方上手。Yes, Noppi Sensei's dinner was bussin'. そういう感じで使います。はい、very good, very good. Alright, これは多分もう一個例文ないね。はい、で次の言葉。これどうだろう？これ結構ネットでよく出てる気がする。Riz. どうでしょう？ Riz。あ、これ最後じゃない？今日。もしかして。早っ。飛ばしすぎた。いやでも時間的に悪くない。最後にね、復習したら全然悪くないですね。Okay. This one's pretty easy. You'd be surprised. I don't think Riz is famous in Japan. エリザベス人の名前じゃんRiz。エリザベスの略もですよね。嘘？そうなの？初めて聞いたんだけど。リズってこと？違うの。エリザベス、ベズ？どこで略すの？リズ？違います。でも、エリザベスだったら LIZ じゃない？あ、そっちね。Liz、LIZ が、エリザベスの略だよ。でもこれは R だから、Riz。これもね、一応ね、元の言葉の、短縮した言葉です。Elizabeth は LIZ ですね。はい。ちょっと例文見てみましょう。Bro got that Riz. Bro got that Riz. まあ、日本語で言うと、あいつはカリスマ性がある。まあ、これね、すんごい翻訳するの難しくて、直訳するとこういう意味なんだけど、全然ニュアンスはね、ニュアンスを翻訳できてない。まあ、こんなにね、丁寧な言い方じゃないですね。なんかちょっとあいつは、でも本当に説明しにくいんだよね。日本語で説明できない。まあでも直訳したらこういう意味です。ちょっと意味を見ましょう。意味を説明したらもうちょっと説明しやすいかもしれないです。意味はですね、ability to charm and woo a person, or short for charisma。はい。人を魅了し、引きつける能力。カリスマの短縮形ですね。そう、カリスマ。英語だと charisma。で、この RIS が Riz になるんだけど、この Riz を S を ZZ に変えて RIZZ Riz になりますね。Bro, brother。そう、Bro はまあbrother とか、まあ、仲いい男友達とかに対しての呼び方って感じですね。あいつ渋いよなってことか。渋いではないな。渋いではないな。なんかこう、特に異性に対してのカリスマ性って感じの意味かな。異性とか、まあ、恋愛的な意味が多いかもしれないです。なんかね、調べてたらね、もう一個ね、説明あったんだよね。ちょっとそれもう一回出そうか。どこだっけな、ページ。あるかな。なんか恋愛的にっていう解釈の方がいいかもしれないです。まあ、異性だけじゃなくて普通に恋愛的ですね。はい。なので、恋愛的カリスマ。まあ、ナンパとか、そっち系寄りになるかもしれないですね。そっち系に寄ってます。最近は特に。はい。まあ、もともとはカリスマが元なんだけど、今はちょっと恋愛的な方に、変わってきてます。色気に近いかもしれない。色気とか、ナンパとか、恋愛的に誰かの、気を引くみたいな感じですね。はい。ちょっと見つかんないな。
まあでも恋愛的と思ってもらえれば。はい。なのでさっきは Bro got that Riz。まあこれはまああいつはなんかそういうすごいなみたいな。I think it's also used as a verb. Yes, that is true. この Riz は今回はnoun の日本語で何？ What's noun in Japanese? Noun モテるやつ、そうモテるやつでいいと思います。Noun は名詞に一つとして使ってるけど動詞でも使えます。そう動詞でも使えます。これは名詞で使ってるけど動詞でも使えます。動詞での文章を作ればよかったな。もう一個作ったんだよね。もう一個例文作ったんですが、これはちょっとまた名詞で作っちゃいました。もう No one at Terametara Academy has better riz than me. No one at Terametara Academy has better riz than me. まあテラメタラ学園で私よりカリスマ性がある人いない。That's cap. いやしょうがないじゃん。riz って言葉でさ例文作んないとと思ったらもうこんなの作るしかないんだよ。思ってても思ってなくても。まあこういう風にも使えますってことですね。とかあとよくよくあるのはなんだろう。YouTube とかでね riz とかって調べるとなんか how to riz up a girl とかhow to riz とかなんかそういうタイトルで使ってる結構 riz って言葉がなんだろうタイトルにフックとしてフックになる言葉的なものだからちょっとなんか目を引く言葉なのでよく見ますね。ちょっとネタ的な動画だったり面白動画的なものにはいいや今回この言葉のためにこのね例文を作ったので、ね、別にねのぴがね自分のことそうやって 100% 持ってるわけではないのではいじゃあちょっとね10個今回は10個だったので途中から来た方もいるので復習しましょう。はいじゃあ一つ目の言葉が sus 覚えてるかな。 sus は何だったでしょう。 He's acting kinda sus today. So sus 怪しい very good. So to describe something or someone suspicious, so short for suspicious 怪しいとか疑い深いとかって意味ですね。はいじゃあ次 bet これはね結構配信中ずっとね使ってる人もいますね。 bet、let me know if you need anything bet 了解とか OK とかって意味ですね。 OK とかわかったとか了解とかリーとかですね。リーって使う人いんのまだ。リーはちょっとチューギーじゃない？リーはチューギーって聞いたよ前どっかで。じゃあ次 say less movie night at my place say less say less も OK みたいな感じですね。なんかを分かったらそれ以上言うなもうそれ言うまでもないとかって感じですね。当然とかですね。 very good OK の方が短いやん。そうか bet bet OK か OKAY でも OK よりも bet の方がやっぱりね今風なので短さとかはね優先してるわけじゃないから今風か今風じゃないからあと毎回 OK 言ってる人つまんないじゃん。だから多分ね種類を増やすためになおさら作ったりしたんじゃない？わかんないけど魔界の人ってもう OK は古い。いや別に古くはないよ。多分
Gen Z は、Z 世代で使い始めた人は、いや普通に OK っていうのがなんか、つまんなくなったんじゃない？わかんないけど。OK って言っていいのに、bet とかって言うとなんか、カッコつけてんのかな？わかんないけど。カッコつけたいもあるし、まあ、あとは、毎回 OK とかって言うとつまんないっていうのもあるし、まあなんか、ちょっと変わったことが言いたくなったんじゃない？ You betcha evolved into bet? No way! 嘘でしょ？ Really? 今、英語のコメントで You betcha が bet に変わったっていうコメントがあるんだけど、You betcha っていう、You bet。あ、でもさ、確かになんか、Oh, we do say like you bet, huh? Maybe it's from that, huh? You bet とかって言ったりもするんだよ。あ、多分それは You better とかっていう時か。So like you better and then you bet and then bet? I have no idea. わけわかんないわ。でもなんかそれから来てそう。でも確証はないです。I have no idea. Just thought it's kind of similar even though it's a very old phrase. That's true. I haven't heard anyone say you betcha not actually for a long time. I feel like I've never heard anyone say it. Maybe I've read it in like a translated manga or something. まあちょっとbetcha とかめっちゃ古いんで使わなくていいです。のぴも多分リアルで聞いたことないぐらい古いというか使わないです。はい。返信が全部 OK の会話まずいってなのか。まずくはないけど、まあ、ちょっと、なんか、ちょっとつまんないよね、みたいな感じなのかな。はい。じゃあまあ次行きましょう。これはね、違うやつですね。はい。で、次の言葉が、チューギー。チューギー。そう、betcha はチューギーですね。と、skinny jeans are so chuggy。スキニージーンズ古すぎ。まあ、魔界では古いです。で、チューギーは not trendy, out of date, uncool。時代遅れですね。very good. 流行遅れってことですね。very good, very good. で、次が、delulu。多分ね、今回紹介したやつの中で一番言うのが好きかものっぴょ、これ。delulu, lulu, delulu。で、この delulu に、かけて、合わせて、なんか他にもいろいろなんか、delulu is the salulu to なんとかみたいな、なんかいろいろ作ってるんだよね、TikTok で。それがね、面白くて結構好きです。個人的には。delulu、L ですよ、L。R じゃなくて L ですよ、今回は。delulu。言いやすい？ delulu。はい。delulu は、You're the most delulu person ever。まあ、妄想がすごい、妄想が激しいとかって意味ですね。まあ、妄想、まあ、現実と妄想が、の違いが分かんなくなっちゃってる人とかを特に指す感じの言い方ですね。はい。delulu。You're delulu とかね。言いますね。はい。で、次が、slaps。slap この slap ではないですね。これではないです。これは this shit or that shit slaps めっちゃ最高ってことですね。very good. So, to describe something really good mostly about music 音楽の話が多いですね。That music slaps. で、次が slay 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 もう最高とかってことですね。slay, you did a good job. You did a great job. 最高ですね。So to do something and do it well. To describe anything cool, pretty, awesome, etc. とりあえず褒めてるってことですね。褒めてる。good job って感じですね。猫ちゃん slayed that cover. She slayed it. で、次が mid. Mid. That's mid. Oh. Did you listen to that new album? Yeah, it was mid. 普通とか、期待外れとか、平均以下だった。まあまあとかって感じですね。mid は middle を短くした mid. Right? Short for middle. To describe something or someone as below average or low quality.
あんまり中途半端。まあ平均以下ってことですね。ちょっとあんまり良くないですね。はい。bussin'. These cookies are bussin'. うまいってことですね。美味しい、うますぎ、超うまい。バスではありません。スペルはバスだけど。So to describe something really good, especially food. そうなんか美味しい時、特に食べ物ですね。今日はみんななんか美味しいもの食べるかな？夜ご飯食べた？食べる？これから食べる？食べた？なんか美味しいもの食べた？ Did you guys have anything bussin'? ボーノー的な、ボーノーなんて言うの？日本語で。聞いたことない。初めて知った、それ。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。でもちょっとなんか、かっこいい感じの美味しいの言い方ですね。ヤミーとかはなんか、子供が、美味しいみたいな感じだけど、これはなんかちょっと、かっこつけてるけど、めっちゃ美味しいみたいな感じだから、そういう感じですね。で、最後が、Riz ですね。Bro got that Riz。カリスマとか、まあ、恋愛的な面でのカリスマ性ですね。まあ、ナンパンもそうだし、くどくもそうだし、あとはなんか、最近だとね、unspoken Riz。unspoken は、unspoken って日本語で何？話さないってこと？言葉に出さないってことかな？ unspoken。口に出さない無言の暗黙の、そういう unspoken Riz とかっていうのも結構流行ってるというか、まあなんか TikTok のなんか動画みたいなのによく出てくるんだけど、なんかそれだとなんか喋らずに Riz ができるみたいな。伝わるかな？まあなんかもうオーラで出てるとか行動でできる、行動で Riz できちゃう人とかも言ったりしますね。はい。まだね、たくさんね、Z 世代の言葉はね、これ以上にもいっぱいあるんですが、まあちょっと説明が難しすぎるので、なしにしたのもあるし、まああと、最近の本当に直近のもの、直近で流行ってるものをちょっと選抜してみました。いかがでしたでしょうか？みんな知ってるやつあったかな？それとも全部知らなかったかな？それとも、これは聞いたことあるけど、ちょっと意味実はあんまり知らなかったってあったりしたかな？ね、本当にね、こういう流行りってもう常になんか新しいことが出てくるから、このデルールーだってのびがこの Z 世代のスラングの企画やろうって思った後ぐらいになんかすごいたくさんの人が使い始めてたから、本当にそれもマジで最近のトレンドだと思います。今日の半分ぐらい知ってた。すごい。どれも初めて知りました。すごい、知ってる人もいたし、知らなかった人も。もうね、結構ね、スラングとかは特にね、日頃から、英語での、まあ、ドラマだったり、ネットとかもやってないと、知りにくい言葉ですよね。Are there any words out of these that you personally use, Nopi? I use, let's see.I often use ノピがね実際によく使ってるのあるって今聞かれたんだけど、ノピが実際によく使ってんのはね say less とか、まあそんなにしょっちゅうではないけどまあ全然普通に使うのは slay とか、あとは sus とか、そこら辺が一番やっぱ使いやすいかな。I think those three are like the more easier, not like easier, but like there's more situations to like say them. でも周りもね全然使いますね。でもチューギーとかドゥルルーとかはあんまり本当にそういう話をしてないと出てこない言葉ですよね。Some of these like you have to be like talking in a very specific conversation, but I feel like when I'm like scrolling through TikTok or whatever, I hear these words a lot. 普通にね、TikTok とかをね、見たりしてるとね、絶対、毎回、一回はどれかしら聞くよね。
英語に入門しやすいね、こういうの。あ、本当ですか？よかったです。こういうね、教科書とかでね、教えてくれないようなものも、勉強してちょっとでも英語を楽しい、面白いと思ってくれると、勉強がやりやすくなるのかなと思うので、ぜひ。KWSK はスラングでしたっけ？それ詳しく？日本語じゃない？それ。日本語じゃない？それ。英語系の TikTok を普通は聞かない気がする。確かに自分がね、フォローしてる人とかがね、英語圏の人とかじゃないと、おすすめに出てきにくいよね。それともそもそももう住んでる国によって変わっちゃうのかな、おすすめが。そうね、日本語のスラングは全然英語のと違うので。はい。またね、次回も、今回は Z 世代中心だったけど、次回はなんか、なんだろう、ネットスラングとか、ゲーマースラングとかもやってみたいなと思う。まあ、ゲーマーはちょっとのっぴあんまゲームしないから、ゲーマーの人にちょっと聞かないとわかんないかもしれないけど、いろいろあるかもしれないので、まあ今はね、ちょっとネットとそのスラング、普通のスラングのラインがあんまりないぐらいなんだけど、あれですね。はい。まあ、次回もスラング系はやりたいなと思うので、楽しみにしててくれると嬉しいです。はい。今日の授業はこれにて終了になります。皆さん、本当に30分前に時間を変更したにもかかわらず、見に来てくれてありがとうございます。本当に、すいません。寝る時間をしくって変な時間になってしまいましたが。はい。まだですね、来週のスケジュールは、完成してませんですが、明日朝枠、朝7時からやる予定ですので、朝7時に起きてる方、おはようしに来てくれると嬉しいです。Thanks for the stream. Not be going to sleep now? Yes, I am going to sleep. I am going to sleep. 寝ます。今日の朝、早起きチャレンジはなしです。なぜならば、今から寝るからです。Bet, thank you. Yep, thank you. Thank you for... So yeah, no early rising challenge today because I'm gonna go to sleep now. I'm gonna take a little bit of a nap. I do have something at like 11 or so I do have to wake up during the AM. But, yes. 5時です。はい、5時です。5時に寝るとかやばいです。でもまあちょっとね、今日はね、午前中に予定があるので、ちゃんとね、昼過ぎまで寝てるとかはしないようになるのかなと思うので。はい。朝活でお会いしましょう。もうおそらく普通に雑談になると思います。それか、なんか雑談しやすいゲームをしながら。まあどっちでもいいかな。どっちがいいかまだちょっと決めてないんですけど。つかサムネ作んないとじゃん。やべえ。うわーサムネもないよーちょっと枠だけ立てときます。ので、はい。皆さん来てくれてありがとうございました。明日の朝活でお会いしましょう。Thank you for coming, even though it was last minute. And I will see you guys tomorrow. Have a magical rest of your night. Good night. I will be going to sleep too. So, good night, everyone. Good night, good night. ありがとう来てくれて。バイガイズ。お疲れ、おつのぴ。待って、レイドしよう。レイドできる。この時間誰もいなそうだな、知ってる人。待って。いなそう。だってもう猫ちゃん終わったでしょ、配信。待って。この人レイドできるようになってない。残念。ちょっと待ってくださいね。ここにいるかな？レイドできる！ちょっとレイドしましょう。待って、どっちレイドしよう。こっちの方レイドしようか。レイドしたことないから。ですね、今からレイドする方はですね、のぴが一方的にも、よくあるのぴが一方的に知っててフォローしてて、みたいな感じなんですが、この方はソニーミュージックがプロデュースしてる VTuber グループの V っていうグループで最近デビューしたばっかりの、この方すごいですよ、皆さん。
トリリンガルです。トリリンガルもっとだっけ？でも最低3つ3カ国語喋れます。日本語、フランス語、英語喋れます。すごいよ。今、漢字で語をやってるみたいです。大変そうです。が、遊びにみんなでちょっと挨拶しに行きましょう。ぜひ。ちょっとお友達になりたいので、ぜひぜひ。はい。じゃあ本当に終わりましょう。本当に終わります。じゃあ皆さんありがとうございます。おつのぴです。おつのぴー。